はい、ドスンとストファイ祭りが続きます。前回のルークに続いて今回はアメイジング山口の竜の紹介で分けていこう。よいしょ、出てこい竜、出てこい。波動昇竜拳と。でかいね。やっぱりアメ山のストリートファイターシリーズはいいですね。来ました。この脂が乗りに乗りまくりの今が全盛期。いいですね。よし、ではね、中身の方すべて取り出していく。はい、取り出しまして、ストリートファイター6の竜。年を重ねるごとにバルクアップし、階級を上げてきた感じが出ててね、これ個人的にはたまらないですね。髭は剃らず伸ばしっぱなしで渋くてかっこいい。既存の竜とは随分様変わりしましたが、新鮮味があって個人的にはね、これ大好きですね。足元はわらじを履いており、道着ズボンは裾の破れや薄汚れた塗装などを各所しっかりと作られている。袈裟掛けした布は師匠であった豪賢を想起させる。そのいでたちはもはや修行僧のよう。こんななりしてても存外お金持ち。頭部を見てみましょう。ご覧の通りヒゲ面、これがやたらかっこいい。このむせ返るような男臭さは昭和生まれの俺としてはぶっ刺さりますよね。フィギュアの話をすれば、ちょっと前のアメイジング山口は顔が、なんていうんですか、彫りが浅いというか、塗装が少し薄いというか、もうちょっとね、全体的に濃いめがいいかなと思っていたんですが、もうその面影はありませんね。いや、素晴らしい。その他頭部は一気に見てみよう。上半身、この袈裟掛けした布は見た目通り布製で、ここの輪っかで結び止められている。そんな輪っか。フィギュア本体に接着されておるので、この布は脱がすことかなわぬ。これちょっと残念だったかな。上半身裸にして遊びたかったんですけども、動かすたびにこの布がずれて位置を直す心配がないので、その点はいいですかね。で、布の内側、この部分に針金が仕込まれているので、膨れ上がって見栄えが悪くなることを極力抑えられていますね。素体の方は若い時よりバルクアップされ、いかにも壮年期の肉体といった感じ。血管もしっかりと造形されていますね。ナイスバスキュラリティ。で、ゲームでは気づかなかったんですけど、腹部にサラシを巻いているんですね。そして、コテはいつもの赤ではなく茶色を着用。皮にひびが入ったような造形が施されている。下半身、帯にはしっかりと風林火山の刺繍がプリントされている。この部分すごく綺麗ですね。がっちりかつむっちりとした下半身は個人的には大好物。わらじは裏までしっかりと作られている。可動範囲、可動の妨げになるようなものがあろうが、このように裸であろうがなんだろうが、んなもん関係なく動きまくるのがアメイジング山口。もうさっと行きましょう。頭部、上はここまでいけて、うつむきこうでぐりぐり傾き取れますね。いつもの肩甲骨可動があって、腕横へはこうで、ぐるりと一周はね、もうできますよ。二の腕、バイセップスがあって、肘がここまでいけて、手首はこのような可動ですね。胴体、後ろへはこうで、前は
ここまでいけてぐりぐり傾き取れますね。で、股関節に引き出し拮抗はないんですけど、前はここまでいけて、後ろへはここまでいけて、股割りがここまでできて、ももで切れ目があって、膝がここまでいけて、すねで動き、足首、後ろへはこうで、前はこうで、つま先可動あって、傾きも取れる。付属品の方はまずハンドパーツが各種と、波動拳のエフェクトパーツが2つ。この中心部が外れますので、波動拳発射状態のやつをこのように取り付けるので、選択式ですね。で、予約特典のルークのやられ顔。そんなエフェクトパーツの取り付け方なんですけど、先に紹介したルーク同様、フィギュア本体各所に穴が開いています。交換用ハンドパーツと肘、そして足の裏。ここにエフェクトパーツを取り付けてあげるだけ。取り付けるとこんな感じで、今回ね、このエフェクトパーツ、すごく取り付けにくかった。これ、個体差かもしれませんが、受けの穴がジョイントに対して明らかに小さいように思える。なんで自分ね、ちょっとピンバイスで穴広げてます。でも、やっぱり、かっこいいですね。で、ここでちょっとおまけというわけではないんですが、これを開封しようと思います。バンダイ SH フィギュアーツの竜アウトフィット2ですね。今回の雨山竜と同時に届いたんですけども、この商品はね、発売が数年前ですかね。で、こちらはね、その商品の再販になります。なので、この場を借りて、もうね、さっと見ていこうと思いますね。よいしょ。じゃあ、今回2回目、出てこい、竜、出てこい、波動昇竜拳と、ちょっと一見そんなに変わったようには見えんが、どうなんでしょうね。道着の色がね、ちょっとさっと見ていきましょう。取り出しまして、この右にあるのは古い竜ですね。並べてみると、造形面での違いは全くありません。相違点は塗装のみ。最も顕著なのは肌の色。明るめの新しいのに対して、アウトフィット2は幾分血色が悪く見えるかな。道着の方は、今回のアウトフィット2の方が濃いめのシャドウが吹かれているんですけど、下半身に関しては古い方がシャドウ濃いですかね。で、グローブ、古い方は光沢あるのに対してアウトフィット2はマットな仕上がり。総合的に見て劇的な変化はありませんね。どちらがいいかは完全に好みによるところ。で、アウトフィット2にだけこの心臓系の頭部が付属。ぎっと睨みを利かしたものになっていて、これがめっちゃかっこいい。これ目当てで買いましたよ。フィギュアーツの竜ね、個人的にすごく好きで、この体のバランスがすごくいいんですよね。角に筋肉がついていなくて、いかにもエイジアン体型なのがいい。すごく動くしね。自分ガシガシ動かして遊ぶんで、破損した時のことを考えた場合ね、2体あった方がいいよ、やっぱりね。ではでは、他の竜たちと並べてみよう。右はさっきのアウトフィット2。左はストームアリーナのアルファ竜。並べるとこんな感じで。いや、どの竜もかっこいいですね。よし、ちょっとね。左から順に年代で並べてみようかね。こんな感じか。よし。0竜が最初で、次にスト2からスト5までの竜で、今回のスト6の竜と。いや、なんかね、偉そうな言い方させてもらえれば、ストリートファイター1から共に時代を歩んできた俺としては、これ感慨深いものがありますね。でも、まだまだ老け込むには全然早すぎる。これからも続くストファイにしっかりついていくぜ。
では次に、以前紹介したアメイジング山口のルークと並べてみよう。そして頭部を、竜の方はルークの予約特典のダメージヘッド。そしてルークの方は今回の竜の予約特典のダメージフェイスにしてみました。新旧の主人公同士。こうやって並べてみると、ルークの方がタッパあるんですね。ジャダトイズのストリートファイターたちと並べてみよう。いやー、いいですね。まあ、アメ山はね、ちょっとだけ大きく感じますけども、まあ、遊ぶ分には問題ないでしょう。で、個人的にね、スト6のサガット好きなんですよ。身長と体重がちゃんと噛み合った体型がリアルでかっこいいんですよね。サガットはアメ山で出してくれないかな。いや、でもね、一番出してほしいのはね、アレックスですよ。スト6のアレックスむっちゃかっこいいんで、アメ山で来てほしいですね。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。